今は日曜の午後レストランで仕込みをしています。金曜に届いた魚、マイケル・バリーが空売りしたモーゲージ祭です。でもなぜか売れ残って、もしかしてカレイがイルカより知能が高いと判明したのでしょうか。ではどうするか。この売れ残りの魚トリプル B の債券をゴミ箱に捨てて損失を出す。まさか私も腕のあるシェフですからね。ひどい状態の債券でも無駄にはしない。シーフードシチューに入れるんです。こうすればもう古い魚じゃない、新しい料理になる。3日前のカレーも喜んで食べてもらえる。これが CDO です。まさかそんなことあるわけないだろう。できるんだよ。ローラと一緒に大冒険じゃあるまいし。信じられないな。そんな事実分かった。誰にも知られてなかったら。ちょっと黙っててくれ。モーゲージ祭は犬のクソで CDO はそれを猫のクソでくるんだものか。その通り。なるほど。CDO は長期国債並みに確実だとされてるが、もうすぐ価値はゼロになる。やっぱりありえない。去年だけでモーゲージ債は5000億ドルも売れてる。格付け機関や銀行や政府は何だって、それはないって言ってるんだろ。そうだ、うちも CDO を扱ってる。聞く耳なし、バカ扱いだ。A もゼロ、 B もゼロ、ダブル B もゼロ、トリプル B もゼロになる。そしてこうなる。それは何だ。住宅市場だよ。以上だ。いいプレゼンだった。いいから黙ってろ。楽しかったよ。そうか、よかった。思い切ってみないか。一緒にやろう。まずはよく考えてみよ頼むよ。う。分かった。断る気だ。いや、そうじゃないが、とにかく検討してみるから。今日はどうじゃあな、ジャレド。気に入らない。ペテンだろ。カモにする気だ。奴は CDO を売ってる側だぞ。正しかったら。信じたいんだな。ああ、信じたいね。銀行のクレジットカードの金利は 25%。学生ローンだってある。死ぬまで払わされるんだぞ。そこへあの男がやってきてこう言ったんだ。銀行は欲にまみれて現実が見えてない。こっちが奴らの金を奪うチャンスだ。それはもちろん信じたくなる。でもあなたらしくない。奴は明らかに信用ならない。俺は嫌いじゃない。清々しいほどの利己主義だ。尊敬する。奴から車は買わないけどペテンとは言い切れない。まずはしっかり調べてみよう。いいか、問題点は2つだ。住宅市場はバブルか。だとしたら銀行がどうなるのか。ああ、分かった。できる限り急いでくれ。話が本当なら他のヘッジファンドの連中が我先に飛びついてくるだろう。始めよう。JP モルガンチェイス。JP モルガンチェイスだぞ。分かったから。 JP モルガンチェイス。 JP モルガン言い続けるのやめてくれ。いびきが気持ちいいんだよ。ただの打ち合わせだよ。単に打ち合わせをするだけだ。ね、打ち合わせなんてみんなやってるだろ。ああ、コーヒー飲みながらとかさ。ブラウンフィールドハンドさん。はい、どうも。こんにちは。テッド。クリスだ。クリス。テッドのアシスタント。そう。どうも。チャーリーです。チャーリー・ゲラー。僕はジェイミー・シクリー。よろしく。いや本当に嬉しいです。 JP モルガンに口座が開けて。そう。じゃあ座りましょうか。ですね。テッドに言われて下調べをしたんです。ところがお宅の資料が見つからなくて。コロラドから移ったばかりなんで。そうです。ああ、資産状況がわかるものは。ああ、うちは自己資金でやってるんで。自己資金で。ええ。いくらぐらいか聞いていいですか。もちろん。今現在で3000万ドルほどです。でも4年前に設立した時は11万ドルでしたから。お分かりの通りかなり収益率は高いかと。 ISDA 契約を取得して長期オプションを扱いたいと思っているんです。それはすごい。それは本当にすごい。どうも。ただお宅の資本だと加入資格に届かないかと。それいくらです？
ISDA に入るには14億7000万ドル以上が必要です。大金だ。いや恥ずかしいです。そんな規定があるなんて全く知らなかったものですから。確かにちょっとね。まあでも今の収益率を維持してまたいつか連絡してきてくださいよ。いいですか？わかりました。それじゃ、どうも。じゃあ頑張ってください。どうもクリス。マジかよ。くそ。だからだったんだよ。夕方の4時50分に来いって言ったのは。きついな。バンクオブアメリカとベアースターンズは折り返しの電話もないし、ノースカロライナのワコビアにまで無視されたんだぞ。分かってる。見ろよ。ロビーを突破できなかった連中が置いていった目論見書だ。もうここが限界かもな。まだ若いし今ならまだやり直せる。コロラドの葉っぱが恋しいよ。すみません、もう閉めますので。はい、今出ます。行こう。なあこれ見ろよ。この人住宅市場は巨大なバブルだって言ってる。このくだりは事実とはちょっと違う。銀行のロビーでジャレドの目論見書を見てバブルを知ったわけじゃない。事実を言っとくと、チャーリーは友達から話を聞き、僕はグラントって業界誌の記事を読んで知った。これすごいぞ。これって大発見だよ。嘘だろ。リターンは10倍って書いてある。モーゲージ債に対する CDS っていう取引だったよ。しかも住宅市場が破綻するって。いやこれ住宅市場が破綻という言葉がジェイミーとチャーリーの耳に心地よく響いた。I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head. 2人はガレージでファンドを設立。元ではジェイミーがヨットを運ぶ仕事で貯めた11万ドルだった。投資戦略はシンプルだ。人は不幸が起きるとは考えたがらず、その可能性を低く見積もる。シンプルで賢い戦略だ。その通り。そして株式市場では角度の低いオプションがひどく安く売られているのに気づいた。外れても損失は小さいが当たればでかい利益になる。ほんの数年で11万ドルが3000万ドルに。だがニューヨークへやってきてからというもの順調にはいかなくなった。だけどどうするって言うんだよ。だって ISDA に入れない限り手を出せないだろ。CDS なんて僕たちには無理だ。ベンに電話しよう。電話しよベン・リカートは JP モルガンのトレーダーだったが嫌気がさして辞めていた。その後コロラドに移り、犬の散歩中に近所のジェイミーと知り合う。ベンは悲観的で金融システムどころか世界経済が崩壊すると見ていた。このサラダうまい。本当うまいよ。うちの菜園で採れた野菜だからね。君らもやれよ。まずは化学肥料を含まない土を作るんだ。木を燃やした灰と小便を土に混ぜたいい肥料になる。これからの影は種だ。と言ってもモンサントが改造した種じゃないぞ。オーガニックな自然の種だ。野菜を作れって自給自足だよ。大手銀行での経験豊富なベンとそのトイレにも入ったことがないジェイミーとチャーリーだがベンは金融業界に辟易していた。電話しよう。まずは計算してみて、それからベンに言うかどうか決めよう。もちろん計算するよ。いつも計算してる。しないことあったすみません、いつも以上に出てもらえますか？出ます。あれどうぞ。ちょっと待って。